いしょ。ただいま戻りました。大家好、皆さんこんにちは、ボーフエです。たった今病院実習から帰ってきて、6時ちょっと手前ぐらいなんですけど、たった今ですね、外科のね実習、外科の、実際の試験を終わりまして、例えばその縫合だったり、消毒だったり、無菌ですね、手を洗ったりして無菌を整えるっていう、そういったね科目の試験がちょうど終わったばっかりになります。実際のこういう機械をですね、機械というか手術器具をですね購入して、実際にこれなんか針を持つ機械ですね、こうやって縫って練習しながら実際に、勉強していました。今7月4日の木曜日なんですけど、金土日月曜日に外科の理論のテスト、そしてその翌日、診断学ですね、実際に診断をする実技のテスト、例えば、聴診だったり打診だったり、問診ももちろんそうですし、触診ですね、実際に触って触診をしてみたりっていう実際にその手順の試験で、ちょうど1週間後の金曜日にその診断学、物理診断学という診断学の理論のテストがあるので、そちらのテストに向けて準備していく、そのテスト期間の医学生の様子を記録していきたいなと思います。よし、1週間また頑張りましょう。おはようございます。9時ちょっと前、勉強していきましょよし、ヘアカットに行ってその後カフェに行くので、いろいろ荷物準備して出かけたいと思います。よし、行きましょう。学校の門を出てちょっと行ったすぐのところにバス停があります。ちなみにバスはこうやってあと何分でどこにいるよっていうのが分かるので、もうすぐ来そうですね。バスの支払いはですね、こうやってアリペイでここにゴンジャオっていうのがあって、この QR コードを読み取れば乗ることができます。それではバス乗って行ってきましょう。さっぱりした方がいいかなと。分けます。はい。分ける方がいい。この辺の前は長い方がいい。今ぐらいでもいいと思う。あ、本当ですか。ちょい長いかなと。ちょい重いかなと。編集大変そう。編集が大変です。やっぱり1週間ものとかになると素材数も100ギガとかになるんで、ちゃんと一個一個素材確認していらないの消してって、さらにまた削ぎ落としていくみたいな。よし、ヘアカット終わりました。ちょうどね、髪切った後が一番ねおしゃれですよね。一番いい状態、これが。この後はねカフェに移動して勉強したいと思うので、カフェの方に移動していきます。それまで地下鉄で移動していくのでだいぶかかっちゃうんですけど、さっぱりしたいい感じちょっと騒がしいんですけど、新しいカフェに来ました。ここで3時間ぐらい頑張りたいと思います。中でいるのが飽きたので外に出てみました。いい感じでしょ。ほら、なかなかいいんじゃない？ついでにお水ももらって。これは結構良さげですね。引き続きもうちょい頑張ります。7時になったので帰ります。帰ったらね、ジム行って運動してシャワー浴びて、また引き続き夜まで勉強していきたいと思います。お疲れ様でした。いただきます。もちろんご飯食べながらもこうやって勉強していきます。
マジで最悪や。保護された。1箇所、2箇所、3箇所、ここも4箇所、ここもや、5箇所。最悪。もう絶対許さん。もうちょっと寝ます。もし寝れなかったら起きて勉強します。Mosquito 탈락。 おはようございます。今日も一日頑張ります。さすがに疲れてきたのでグラウンド走って、3キロぐらい走って戻ってきます。ずっと復習をしてて頭がパンパンなのでリフレッシュしてきます。行ってきます。明日9時のテストなんで7時間ぐらい寝たいなって思ってて、だいたい12時ぐらいまでやって7時ぐらい起きて明日に臨みたいと思います。これはお気に入りの T シャツ、いわゆる僕の中でも試験前の勝負服です。サイン X。 おはようございます。一周復習してテストに向かいましょう。よし、それではもう出発の時間なので行ってきます。これで復習しながら向かいたいと思います。今持ってる自分の全力を出し切っていきましょう。よし、行ってきます。よっしゃー、テスト終わりました。結構余裕だったんじゃないかな。高得点も望めるかなって思います。空いた時間とか特に移動時間とかを使って細かく勉強してましたし、忙しいながらにもちゃんと復習をしっかりしてたので、テスト前の追い込みもあってかなり良かったなと思います。次はですね、診察の理論と診察の実習、実技になりますね。明日は診察のテストがあるので、そちらの練習をしていきたいと思います。そこに今ちょうど座ってるルームメイトと一緒に、お互いに練習をし合いたいなっていうふうに思ってます。で、明日の午後のテストなんですけど、その後はですね、その実際の診察の理論のテストがあるので、そちらの方の勉強をあと3日間かけてやっていくって感じになります。理論の内容結構多くてですね、事前からだいぶまとめて勉強しててってところはなるんですけど、そちらの方も勉強頑張っていけたらなというふうに思います。患者役準備完了しました。自分が検査されながら診察されながらこうやってノーションにまとめたのを iPad でも確認していきます。じゃあお願いします。はい、循環器でございます。你好，我是你的主观医生博辉。今天进行腹部检查，所以请你配合一下。先试检，疼吗？疼吗？疼吗？深吸气，深呼吸。二尖瓣区、肺动脉瓣区，ここじゃん。よし、行きます。ただいまー。終わりました。いや、だいぶ良かったんじゃないですか。
くじ引きをね引いて呼吸器とか循環器とか消化器とかのその検査をそれぞれやってるんですけど、僕は呼吸器が当たりまして、昨日午後5時から2時ぐらいまでずっと練習してましたし、朝起きてからも1回全部通して復習してほぼ抜け漏れなし、かなり満点近く取れたんじゃないかなって思います。いやーでもひとまずだいぶ気楽になりましたね。あと一つ。いやさ、寝ようと思ったのよ。でも診察のテスト先生からもうほぼもう問題ないよって言われて、ここ数日ずっとねほぼ休みなく頑張ってるんで、ちょっとなんかご褒美欲しいなと思って自分自身に、寝る前なんですけど下のコンビニ行っちゃって買っちゃいました。ポテチとビール。うわー罪深い。もう本当にちょこっとだけ自分のご褒美と思って、大好きなね東海オンエアの動画でも見ながらポテチとビールを食べたいなと思います。いつもお疲れ様です。チンタオビールで乾杯。悪魔的だ。悪魔的だうめえ。これで3日後のテストも頑張れるな。10日目の動画でも見ながらちょっと休憩タイムと入りましょう。食べ終わったら寝ます。おやすみなさい。疲れましたね。7時半に起きて、もう一周できたらテスト前までに一周してテストに臨みたいと思います。合格は余裕だと思います。あとはどれだけ自分点数を伸ばせるかというか、ちゃんと医学の知識、診断の知識を自分のものにできるかっていうところだと思うので、丁寧に積み上げていきたいと思います。ひとまずは頑張りましょう。もう中で終わる。おやすみなさい。おはようございます。最後です。7時過ぎ。頑張りましょう。よいしょ。お疲れ様でした。テスト終わりました。帰ってきました。まずはちょっと日程を確認しようかな。あんま覚えてなくても、まず最初はあれですね、発熱しちゃったやつですねもう2回目。前回は発熱したのは3年生の前期薬理学の中間試験の時にインフルになってしまって、そのまま39度の高熱の中勉強してたっていう動画があります。それ以来の今回の熱はそんなに高くなくて、上がったり下がったりでなかなか大変だったんですけど、おかげさまで1週間ずつテストがあったおかげでなかなかそうですね、気持ち的にも楽で、かつ復習もしやすくて勉強時間も確保しやすくて、おかげでジムも毎日ほぼ行けたり感じで、過ごすことができました。普段通り試験前の様子を、頑張ってる様子をお届けすることができたかなっていうふうに思います。この先の試験はですね、細かいテストそれぞれの科終わったごとにテストとかあったりするんですけど、約9ヶ月後ですね。約9ヶ月後に CBT と呼ばれる大きなテスト、内科外科産科小児科の大きなテストがあるので、そちらのテストのね、
ほぼ受験に近い感覚だと思います。もう最初の細かく積み上げてって復習して勉強してテストに臨むっていうその様子も長期間かけてこまめに記録していきながら撮影していきたいと思います。この先もですねモチベになる動画を届けつつ中国のことにもついても、皆さんに紹介しつついろんなものを紹介していきますので今後とも応援のほどぜひぜひよろしくお願いします。長々と喋りましたがここら辺で動画は終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは再见。よし夏休みだ天気は曇りだけど心は快晴ですね。